皆さんこんにちは。ハンドメイドきよちゃんです。今回もリサイクルポリエステル毛糸。こちらブラックってなってますけど、少しグレーっぽい黒って感じになります。色番は5番、チャコールブラックを使用します。こちらが完成品になります。このように折り返して使う形になっています。以前このようなニット帽をご紹介したんですけど、コメント欄に、最後ここを閉じるところが大変だったっていうコメントがあったもんですから、こちら側はもう目を、少し減らす感じで編んでいく形になっています。なので、ちょっと違った編み方で、こちらの方は基本的に変わらないんですけど、ちょっと工夫して編んでますので、ぜひ最後までご覧ください。サイズがだいたい深さが26センチで、幅がだいたい20センチなので、40センチになりますけど、伸びがこのように出ますので、レディースの M サイズの方ぐらいまでかぶれます。この折り曲げるのでキッズの子たちもかぶれます。ここが閉じたところですけど、あんまりそんなパッと見てわかるっていう感じではないぐらい綺麗に閉じられていると思います。重さが1玉で編んでますので 100g。 最後糸端がこのぐらい余っただけになります。かぎ針編みですけど、ゴム編みみたいな感じで仕上がっているので、ぜひプレゼントなんかに編んでみてはいかがでしょうか。では編み方を説明していきます。マーカーを2、3個、とじ針、糸切りばさみ、あとメジャーになります。作り目は 3.5mm の6号針を使用します。ない方は5号針で緩めで編んでくれれば大丈夫です。わかりやすいように4番のアッシュグレーのこちらの糸で、説明していきます。左手で糸端を持って編んでいきます。このように針を回して針に糸をかけて、でこの、輪になっているところに糸を引き出します。そしたらこの糸端の方を引っ張って目を絞ります。そしたらこっちの長い方で引っ張ってこの輪を絞ります。そしたらここから作り目を編んでいきます。針に糸をかけて糸を引き出して1目、また針に糸をかけて糸を引き出して2目、3、4、5、6、このように編んでいきます。55目編んできました。そしたらだいたい長さが伸ばさない形で、31とか32センチぐらいあります。そしたら忘れないうちに針を変えます。5号針 3.0mm に変えます。そして
ちらの最初の糸端の方の、作り目の1、2、3、4、5目目にマーカーをしておきます。裏山を拾ってマーカーしとくと楽だと思います。こちら側が鎖目の方になります。これの裏側。この横から見るとポコポコしているこのまっすぐ糸になってるここのところです。ここに1、2、3、4、5目目にマーカーをしておきます。こちらが頭のてっぺん側になりますので、こちら側に印をします。はい。そしたら、立ち上がりの鎖を1目編みます。はい。この時、この、最後の目のところね、指で押さえておくと、次編む目がわかりやすいと思います。この立ち上がりの目は編まなくて、この最後の目の裏山を拾って、細編みを編んでいきます。針に糸をかけて糸を引き出して、針に糸をかけて糸を引き出す。これで細編みが一目できました。そしたら、この細編みの目の頭、この鎖になってるところにマーカーをして、最後の目っていうか、一番隅の目がわからなくならないように、印をしておきます。そしたらこの裏山を一目ずつ拾って細編みを編んでいきます。このように編んでいきます。ここの、マーカーをした手前まで編み進めていきます。50目細編みを編んできました。そしたらこのマーカーをしたところに引き抜き編みをしていきます。はい。この、裏山に針を入れて、糸をこのままこの針にかかってる2本をそのまま、引き出します。はい。これが引き抜き編みです。はい。これで1段目が終わります。そしたら2段目、立ち上がり鎖1目編んで、編み地をひっくり返すときに、わかんなくなっちゃいそうな方は、最後の目をマーカーしておきます。はい。で、編み地を返して、で、このマーカーの下目、この目だなっていうのをわかるように指で押さえて、で、この鎖の、全部針を入れるんじゃなくって、向こう側、この鎖になってる向こう側の、1本だけを拾って細編みを編みます。はい。
これで1目できました。そしたらここが最後の目だとわかるようにマーカーを入れておきます。そしたら、同様にずっとこの鎖、目の頭の鎖の向こう側の1本だけを拾って細編みを編んでいきます。はい。こんな感じで、今度51目になりますね。51目細編みを編んでいきます。このように線が出るような感じで編まれていきます。はい、2段目の最後に来ました。マーカーを外して、なんだこれ、最後の目も向こう側の1本を拾って細編みを編みます。はい。これで2段目が編み終わりました。そしたら、最後の今目のひっくり返すと、次ここを編むので、もし初心者の方はわからなくならないように、この最後の目の手前の1本のところに印をしておくとわかりやすいと思います。そしたら立ち上がりを1目編んで、編み地をひっくり返して、ここを拾うんだっていうのをわかるように指で押さえておいて、ここを細編みで拾って編みます。常にで印をしておきます。で常に、この鎖の目の頭の向こう側を拾って細編みを編んでいきます。うね編みって言うんですけど、この編み方でうね編み、この編み方で編み進めていきます。そしたら、ここのマーカーをしてあるところまで編み進めていきます。はい、3段目の最後に来ました。そしたら、マーカー取って同じようにこの目の向こう側だけを拾って細編みを編みます。そしたらこちらの作り目の目の方ですので、この裏山、今4目残ってます。この4目目、ここに針を入れて糸を引き抜いて、これで3段目が終わります。そしたら、また最後の目の手前側にマーカーを入れとくと分かりやすいと思います。鎖を1目編んだら編み地を返して、で、この印を今取れちゃいましたけど、印をしたこちらの1本を拾って細編みをまた編んでいきます。この目も最初の目にマーカーをして分かんなくならないように編んでいきます。目の向こう側で細編み、これで、52目
細編みを編んでいきます。はい、4段目の最後に来ました。4段目の最後も同じように、もうこちら側はみんな同じように目の向こう側を拾って細編みを編んで終わります。そしたら一応、手前の1本だけ最後の目に印をして立ち上がりで、ひっくり返して分かるように手で指で押さえて細編みで、また、これ5段目になりますので、最初の目に印をしといて、52目細編みをうね編みですね、うね編みを編んでいきます。こちらのマーカーしてあるところまでうね編みで編み進めてください。はい、5段目の最後の部分に来ました。ここが52目目になりますので、同じようにうね編みで1目編みます。はい、そしたら、こちらの作り目の方ですので、この1目を裏山を拾って糸を引き抜きます。針に糸をかけてこの2本をいっぺんにこのように引き抜いて、これで5段目が終わります。そしたら、わからなくならないように最後の目、手前の1本を拾ってマーカーしておきます。で、立ち上がり鎖1目、これで6段目になりますね。はい、編み地をひっくり返したら、今度うね編みを編むところ、ここが最初の目ですので、指で押さえて、でうね編みをまた編んでいきます。今度は53目編んでいく形になります。向こう側の半目だけ拾って、最後までうね編みで編んでいきます。ちょっといちいち取るのがめんどくさい人はこのようにもう編んじゃってからマーカーを外して最後の目のこの1本を拾って編んでいけばいいと思います。立ち上がり鎖1目編んで7段目になりますね。向こう側もうこのまま横着して細編みを編んでこうやってで、この1本だけだと弱い感じするので、やっぱりこれは目を拾って一番隅の、印はした方がいいと思います。はい、このようにうね編みで、こちらのところまで編んでいきます。そしたら、これ、53目編み終わったところなので、
あとここの作り目のところの方なので、はい、ちょっとマーカー外して、あと2目残ってますね。この、2目目のところに針を入れて、針に糸をかけて2本そのまま引き出して、これで完全に7段目が編み終えました。はい、そしたら、最後の目に手前にマーカーを入れて8段目を編んでいきます。立ち上がり1目編んだら道をひっくり返して、そのままいちいち外すのがめんどくさいので細編みを編んじゃいます。はい、そしたら、最後の目はちゃんとしっかり2本拾ってマーカーをしておきます。はい、これで2、3とうね編みを54目編んでいきます。はい、8段目の最後も編み終えました。そしたら、手前のところにそのまま1本マーカーを入れて、今度9段目になります。立ち上がり鎖1目編んで、編み地をひっくり返して、このマーカーしてあるところの目に針を入れて、細編みをうね編みですけど編んだら、この目にマーカーを入れて、そのまま54目ですね。54目細編み、うね編みですけど編んでいきます。はい、9段目の最後に来ました。そのまま、目の向こう側だけ拾って細編みを編んで、9段目の最後はこの作り目があるんですけど、ここ、これで最後になりますね。拾って引き抜きます。2本そのまま引き出して、これで、9段目が終わりました。はい。そしたら最後も同じように手前側を拾ってから編み地をひっくり返して、で、のマーカーをしたところ1本を拾って細編み、はい、ここが最後の目になるので印をして、でまたうね編みを編んでいきます。これで、55目編んでいく形になります。はい、こういう感じに目が増えていきました。では、10段目最後までいきます。はい、10段目も編み終えて、1本だけ最後の目にマーカーをしておきます。そしたら今度11段目になるんですけど、今度、
これ10段で1つの繰り返しになるので、11段目からまた5目残して、編んでいく形になります。1、2、3、4、5。5目目に印をしておきますので、この印の手前まで50目畝編みを編んでいきます。はい、11段目の最後、50目編んできました。畝編みを50目編んできました。そしたら、また1段目と同じです。こちらの、目を引き抜きます。引き抜くのはまたこの、鎖になってる向こう側の1本だけでいいです。1本だけを拾ってこのように2本いっぺんに引き抜きます。これで11段目が編み終わりました。そしたら同じように最後の目手前側をマーカーして立ち上がりを編んで、今印をしたところから細編みを、51目編んでいきます。畝編みを51目編んでいきます。最後の目わからなくならないように印をして編み進んでいきます。こっちの、隅の目はわからなく、ならないように、マーカーはそのままつけておいてください。編み方は、2段目以降と同じように繰り返しで編んでいきます。はい、12段目の最後に来ました。これも同じです。向こう側の1本だけを拾って細編みを編みます。はい、これで、51目編んできました。最初の目になるこの手前の1本にマーカーをしておきます。立ち上がり鎖1目編んで、このマーカーしているところに細編み、はい、でそのままこの最初の今編んだ目にマーカーをして、13段目を編んでいきます。畝編みで51目編み進めていきます。もう、繰り返しになります。最後のここだけ作り目ではないので、この目の向こう側を一本拾って引き抜くっていう形になるだけで、あとは同じ編み方の繰り返しになります。13段目51目畝編みを編んできました。そしたら、ちょっと最後の目の手前のところに印を入れといて、でこちらの、頭のてっぺんの方の、ところですので、この1,2,3,4目目の一番隅の目を拾って糸を引き抜くのを忘れずに引き抜いて、これで、正式に13段目が編み終えました。はい。そしたらこっちだ。
危ない危ない。これが最後の目になります。なので、今度は52目、畝編みを編んでいきます。立ち上がり、鎖1目。編んで、この引き抜いたところの目ですね。それを編み忘れるところでした。危なかった。はい。畝編み1目編んだら、これが最初の目になるので、はい、印をして、52目、52目。編んでいきます。はい。15段目のもう最初編んじゃってます。52目畝編みで編んでいきます。はい。15段目52目畝編みを編み終えました。そしたらここでこちらの、最後の1、2、3目目のこの目を拾って糸を引き抜いて、これで、15段目が編み終えました。そしたらこの最後の目の手前の1本をマーカーにして、これで、16段目を編んでいきます。右をひっくり返して、ここが最初の目になるので、向こう側の1本だけを拾って編んでいきます。ちょっともう説明やめようかなと思ったんですけど、自分が間違えたので、ちょっと長めに動画を回しています。今度は53目畝編みを編んでいきます。17段目の、最後のところからまた説明していきます。はい、17段目の最後に来ました。ちょっともうマーカーも外しちゃってありますけど、53目畝編みを編んだら、ここが、休めてある目の2目目、今度54目になるところなので、ここの向こう側の1本を拾って糸を引き抜きます。はい。これで17段目が編み終えました。そしたら、わかんなくなっちゃう方は最後の、手前のところにマーカーをして18段目を編みます。立ち上がり鎖1目編んで、向こう側の、最初の目細編み畝編みですねを編んで印をしておきます。そしたら、同じようにずっと、向こう側畝編みで編んでいきます。54目畝編みを編んでいきます。また19段目の最後だけ、説明するので、ここからこう編み進めていきます。はい、19段目の最後に来ました。こちらから54目畝編みを編み進めてきました。そしたら最後こちらもう、余ってないので、これが最後休めていた55目目の
目になりますので、こちらの、向こう側の1本を拾って糸を引き抜いて、これで19段目が編み終えました。そしたら今引き抜いたところのこちらの目の手前側をマーカーして、で20段目を編みます。立ち上がり鎖1目編んで、編み地をひっくり返して、ここが最初の目になりますので、もうそのまま面倒な方は編んじゃってもいいし、邪魔ですね。やっぱり針が入ったら取ってもいいと思います。はい、細編みを編んで、ここが、最後の目になりますので、マーカーをして、55目編み進めていきます。向こう側の1本だけ拾って編んでいきます。20段目が編み終わりました。55目畝編みを編み終えました。そしたらまた編み地をマーカーね、向こう側にマーカーをしてありますので、編み地をひっくり返して、そしたらまた5目のところ、1、2、3、4、5目目のところにマーカーをして、50目編んだら1目引き抜いて、で戻っていく。またこちらに来たらまた1目引き抜いて、目を増やして戻っていくっていう感じで編んでいきます。この11目から、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、この10段を繰り返していけばいいと思います。わからなくなっちゃう方はチャプターで11段目から20段目を繰り返し見て編んでください。では繰り返し編んでいってください。このように段が進んでくると、目を拾うところがわからなく、引き抜くところがわからなくなってしまう方は、そこのところにも今度、引き抜くところをちゃんとマーカーをしておくとわからなくならないと思うので、こちらも参考にしてください。今23段目を編み始めてるんですけど、23段目だと1、2、3、4目目を引き抜く形になるので、ここに印をしました。では、編み進めていってください。はい、このように120段編んできました。行って戻って終わる形になっています。10段で、50目から55目に、なる形になるので、10段区切りで、12回繰り返し編んできました。あとこのぐらい糸始末と閉じの分を残した分になるんですけど、それで、ちょうど120段で終わってるんですけど、もし中途半端に、糸が余っている場合は、例えば、10段は編めないけど、あと5、6段は編めるよっていう方は、そのまま畝編みで55目、目を休めないで、本当だったら、50目編んで、51目目を引き抜いて
戻る。また、51目畝編みを編んできて、1目拾って糸を引き抜いて、52目で戻るっていう、編み方をするのをやめて、普通に全目55目拾って戻っていく。往復でこう55目編んでいく形で、偶数段こっちに、戻って区切りのいいところでやめるようにしてください。はい。なるべく毛糸は全部使っちゃってほしいので、10段の区切りのいいところで、終われない場合はなるべく編めるだけ編んでいってください。そしたら、この幅がだいたい40センチで、丈が27センチぐらいになりました。では、最後にとじを編んでいこうと思います。これは、どっちを表にしても、一色なのであんまり変わりないので、どちらを表にしてもいいと思うんですけど、ちょっとこっちこのグレーで編んだんですけど、ちょっとグレーが足りなかったので、同じ糸の色違いのピンクでこのように不規則なラインを入れて編んでみました。こっちの方が、とじも見やすいのでこちらで説明したいと思うんですけど、こちらの場合だとこの配色のここのところにこう線がこう入るので、ちょっとこちらを、トップのサイドからトップの部分で出るのはちょっと裏っぽくなってるので、こちらの方がちょっとちゃんとしてる、こっちの方が表側っぽく見えるので、こちらを表にして編んで、閉じていこうと思います。でここを折る形になるので、最初は表を見て閉じていきます。で、10センチぐらい閉じたら今度は裏を見て閉じていきます。同じ5号針 3.0mm の5号針を使用します。こちら側が表側になります。ここのね、トップからサイドが表にする方を見て編みます。閉じます。はい。この目の頭にこのように針を入れて、この糸端はもう気にせずそのまま、上に休めておいて、で向こう側の編み地のこの目の頭の向こう側の目だけ1本拾って糸を引き出します。はい。そしたらもうそのままここの目にかかってる、針にかかってる目、まで引き出します。はい。そしたら次の目拾って、向こう側の方も拾うんですけど、向こう側は、手前側は休めて、向こう側、こう2本こう拾わないで1本だけ、向こう側の1本だけ拾って全部引き抜きます。同じように引き抜いていきます。手前側は、目を2本ともこれ拾って、向こう側は、
向こう側の1本だけを拾って糸を引き抜きます。はい、引き抜き編みです。向こうはこう目を拾わないで半分だけ1本だけ拾って引き抜きます。手前は2本、向こう側は向こう側の1本だけ拾って引き抜きます。これの10センチぐらい閉じてってください。はい、だいたい10センチぐらい編んできました。そしたら、編み地をこのようにひっくり返して、ちょっとこういう感じでね、はい、綺麗に閉じられてると思います。はい、そしたら今度は裏を見て閉じていきます。この糸端を表にこう出して、で針を輪の中に入れて、でまた編んでいきます。今度はこのグレーの方を2本拾って、ピンクのここまで、閉じられているので、次のここの向こう側の1本を拾って、引き抜いていきます。ここは目を拾って、ピンクの方は向こう側の1本だけを拾って引き抜きます。はい、これで、ここの、糸端、この目の55目のとこまで、こちら側は、このようにマーカーをして置いてありますので、ここまでこのように閉じていきます。はい、このようにカーブも、目を一目ずつ拾って閉じてきました。そしたら、そのまま糸を引き出して30センチあれば十分なので、このまま糸をそのまま引き出して、これをそのまま使っててっぺんの穴の部分を閉じていきます。でこの糸端を先に始末しちゃいます。これは裏側の編み地に適当に縫い付けてカットします。こういうのも同様に後で糸始末します。そしたら、もう波縫いみたいな感じでこの、隅のところをこう拾ってザクザクと、はい、絞っていきます。はい、このぐらい、最初から目が絞られてると、てっぺんのここの部分も、
簡単に絞れるので、どうしてもまっすぐここを減らさないで、まっすぐで55目でずっと編んで最後に絞ろうとすると、ここがどうしてもきつく、絞るのに力がいるようになってしまって大変なので、このような編み方をした方が簡単に、このてっぺんが絞れると思うので、この編み方で編んでいくといいと思います。はい。で、2、3回、2、3周っていうんですか。2、3周こうやって、縫って、絞って、そしたらこの同色の編み地のところに糸を縫い付けて、はい、カットすれば完成になります。はい、表に返して、はい、出来上がりました。ここが今閉じたところで、ちょっとあんまりわからないかもしれないんですけど、やっぱり、他のところとちょっと違った感じになってしまうので、私は、こう裏側から閉じていくように、しました。で、こう折ってこうすると本当にどこが、閉じ部分かわかんないような感じになっていると思います。ちょっと模様が不規則ですけど、これも可愛いんじゃないかなっていうふうに思いますので、こうやって2色で編んでみてもいいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次回もぜひご覧ください。